はい、皆さん、GSCA ジャパンサミットへようこそ。このセッションでは、スマートシティの成否を握る、オープンデータエコシステムと題しまして、パネル討論を行いたいと思います。GSCA では世界の都市を、に呼びかけましてですね、このデジタルイノベーションの時代、第4次産業革命の時代におきまして非常に重要なそのテクノロジーガバナンスというものを自治体にどのように良い形で入れていくかということをみんなで一緒に試しながら解を探そうということで、ポリシーロードマップという活動を始めておりまして、昨年ですね、その中でも重要と思われる5つのモデルポリシーの策定を行い、今世界36都市がですね、これに対してですね、それぞれの地域、自治体にこの政策をインプリしようとしているところでございます。で、その中の一つが今日の話題でありますオープンデータポリシーでございます。で、オープンデータの方からこういったことを見ますとですね、すでに世界各所で10年以上の歴史を持っている活動でありますし、従いまして世界の様々な都市においてすでにオープンデータのポリシー、規定というものを自治体が制定している都市も数多くございます。しかしながら、ここ数年を見ますとやはり大きく事情が変わってまいりました。一つはデジタルイノベーションの急激な進展、AI、IoT の、これがあった方がいいというところから、もうぜひこれがなければいけないという事情に変わってきておりますし、それに伴いまして、こういうデジタルイノベーションに対する社会の規範や、人々の認知というものも進展、さらに変貌しています。また、都市、地域そのものが解くべき課題というものも、変貌しておりまして、いわゆるクライメートチャレンジ、それから様々な多様な人々に対するインクルージョン、さらに最近ではパンデミックへの対応等ですね、オープンデータが始まった頃とはいろいろと様変わりをしてございます。このような中でデータはイノベーションと競争的な市場の成長をドライブする戦略的アセットという認知が10年前とは比較にならないほど、浸透してまいりました。従いましてオープンデータにとってみてもですね、次の10年に耐えうるアップデートを行う時期ではないかというのがこの GSCA のモデルポリシーを再度検討した専門チームの考えであります。ということで今日はですね、日本でこういうオープンデータに関して精力的に取り組まれていらっしゃいます、3名のパネリストにご登壇をお願いしました。まず、筑波大学システム情報系教授でいらっしゃいます川島博一様。それから、加古川市役所、企画部政策企画課スマートシティ推進担当課長、多田勲様。そして、コードフォー福岡代表、徳永美沙様。ご紹介が遅れましたが、私は、世界経済フォーラム第4次産業革命日本センターのフェロー、望月康則でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、早速、パネル討論の方を進めてまいりたいと思います。今簡単にお名前とご所属だけご紹介したんですけれども、お一人ずつ順番にですね、もう少し、どのような接点をオープンデータというところで持たれているかを、ご紹介いただこうと思います。まず真ん中にいらっしゃいます徳永さんに、質問させてください。コードフォー福岡でご活動ですが、どのようなオープンデータの活用ということを、されていらっしゃるか、そこあたりをご紹介ください。またそのコードフォー福岡でオープンデータの活用いろいろ活動されていると思うんですけれども、そういう中で感じられている課題といったこともですね、ご紹介いただけますでしょうか。徳永さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。コードフォー福岡の代表をしてます徳永と申します。福岡県で、オープンデータを使った地域課題の解決をしていくという活動をしているんですが、私の方ではコードフォー福岡を立ち上げてからずっと公園、パークの方の公園のデータをオープンデータ化して活用していくといった取り組みをしています。私自身が子供の子育て中であるっていうところから、公園で子供を遊ばせるときに遊具情報っていうのをもらいたいなと思っていて、今、どの遊具がどこの公園にあるかっていうのを調べようと思った時ってもう手探りでウェブ上
をこう見て、こうなってるなっていうのを写真でなんとか確認するっていう方法しかできなかったので、もうでも自治体が公園自体は管理しているはずなので、データはあるはずだというところからオープンデータ化を福岡市にお願いして、実際オープンデータ化もしていただきました。そういった活動を続けていく中で感じた課題としては、オープンデータ化をお願いしたときに公園って多分ほとんどデータ変わってないのですぐ出せるかなと思ったんですけど、やっぱりちょっとオープンデータ化するなら確認が必要なんでって言って半年かかっちゃったりとか、すごく多分大事な時間ではあるとは思うんですけど、結構時間かかったなっていう印象だったりとか、実際そのデータ出したらどんな人が見るかわかんないからって最初懸念されたりとか、結構その個人情報じゃなくてもデータ化ってやっぱ原価さんはいろいろ考えるところがあるんだなっていうのは課題に感じました。あと実際出てきたデータに関して実際使おうと思った時にその自治体さんの中で管理されている項目がなんかそのままは使いづらいとかも結構あって、ただそれも出てこないとわからないことではあったので、とりあえず出してもらってその後実際に使うっていうフェーズではまたもう一つちょっと加工だったり何たりが必要なんだなっていうところは感じています。以上です。ありがとうございます。そうすると、市民目線でご覧になると、その使いたい側と出す側にまだまだ、少し距離ミスマッチみたいなものがあるということをおっしゃっていただいたと思います。それでは次に多田さんにお聞きします。加古川市役所の方でオープンデータの取り組み、どんなふうなことをされてますかということを、簡単にお話しいただけますでしょうか。また、これからその力を入れていかれようとしているところ、どんなところかというところも、合わせてお話しいただけると幸いです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。この春からですね、政策企画課のスマートシティ推進担当課長になりました多田と言います。どうぞよろしくお願いします。加古川市ではですね、平成29年から、オープンデータをやってきてまして、今54データセットの、1375データを公開しているっていう状況になっています。なかなか行政でですね、オープンデータをやろうとしてましても、担当課は何を目指していいんですかとか、ゴールは何なんですかみたいな話で、なかなか協力をしてもらえないところもあるんですけれども、なんとか、今のデータセットの数までできているという状況になっています。で、加えてですね、加古川市でのオープンデータの取り組みでは、NGSI を使いまして、API でも公開をしております。そういったことからですね、割と、アクセス件数も、令和元年度に比べて、令和2年度、まだ周期は終わってないんですが、3倍ぐらいに一気に増えてます。で、中でもですね、去年でですね、加古川市の方で特別定額給付金の、申請フォームを公開したんですけれども、そうしますと、その月だけで2500とか3000とか、それぐらいに一気にですね、アクセス件数が増えたりとかいうことが起きました。必要とされるデータをどうやって把握して出していくかっていうところは、これからも取り組みとしてやっていかないといけないのかなとは思っているところです。はい、以上です。はい、どうもありがとうございます。川島先生に伺います。川島先生、今、筑波大学にいらっしゃいますけども、実はご経歴の中で、省庁、それから自治体、佐賀の自治体、それから国際機関、大学、そして政府委員も非常に幅広く、お立場を経験されてますけれども、今日の主題でございます、自治体とか地域、そういったところでのオープンデータの公開や活用ということに関して、先生、今、どのような関わりをされているでしょうか。また、そういった幅広くご経験を通じてですね、今の日本の、自治体のオープンデータ活動の現状というものをどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。今、地域のですね、自治体の方、あるいは、コード4の方、あるいは NPO の方々と一緒になって、地域の課題を競争型、クリエイティブに解決するというような活動をしています。具体的には、つくば市で、ハックマイつくばといった定期的なワークショップを、今はオンラインでやってますけれども、開催して、そこから大学の授業とも連動させまして、学生にも入ってもらって、具体的なソリューションを提案していくということを、つくば市の皆さん、市の職員の皆さんと一緒にやっています。そんな中で、一番私が関心を持っているのは、いろいろ気候変動ですとか、様々な不確実性が増す中で、やはり地域の皆さんが自ら様々な情報を読んで解釈して判断して行動できる。あるいは具体的なソリューションをみんなで地域の問題として自分ごととして解決できる。そのためのオープンデータの提供。基本的には様々な問題解決のリソース、それから異分野の方々がやはり知識を交流させ、そこからイノベーティブな発想を得て、具
具体的なビジネスプロセスを組み立てていって価値を出すということになりますと、どうしても固有の地域のデータをかなり個人情報に迫った状態で具体的な組み立てをしなきゃいけないということで、やっぱり顔の見える関係の中での問題解決というところに私は一番関心があって、その意味で、地域の異なるバックグラウンドを持った方々、筑波にはいろいろその学生、あるいは研究者、世界中からの様々な研究家の方々、あるいは大学の教員などなど、多様な方がいますので、そういった方が地域の具体的な高齢者の、例えば認知症の方々に対するケアの問題ですとか、あるいは実際に水害が起こった時にいかにして、逃げるのが困難な方々を救ったらいいのかとか、あるいは心臓発作が起こった時にいかに近くの AED を速やかに持っていって命を助けることができるかといった問題について、具体的なデータに基づいてシミュレーションして効果を事前に予測して、そういったデータに基づいたシミュレーションに基づいた具体的な議論に基づいて、だったら自分もやれるじゃないかと。だったら自分もこういった価値の出し方ができるというようなことを、地域の中で具体的に作っていくという活動をしています。そういった活動をまた全国に広げていくために、地域情報アドバイザーという制度があるんですが、それぞれの地域のIT 系、あるいは地域活動系、あるいは様々な部門ごとのスペシャリストが集まっている地域情報アドバイザーというもののリーダーをしてまして、そういった一つ一つの地域のイニシアティブが全国に広がるような活動を後押ししています。こういった今日の場にも加わらせていただいて、日本の活動というものが世界とシェアされればいいなと思っています。今日は本当にありがとうございます。どうもありがとうございます。お三方のですね、今のご説明を伺いますとね、すでにどういう目的でオープンデータを使いたい。で、さらに、そういう中でどういうことを起こしたい。だけど、どういうところに課題があるということがすでに浮き彫りになってきたかと思います。で、実はパネリストの皆様には事前にGSCA の取り組みとモデルポリシーの概略というものは事前にご説明しておりまして、今日はそのポリシーの中身に入って細かい議論をするつもりは全然ございませんが、私どもの仮説思いというものは、やはりこういったポリシーっていうものは地域に密着している自治体においてこそその実行可能な指針というものを、テクノロジーガバナンスの指針というものを組織自らがその政策として、明文化したらいいんじゃないでしょうかと。しかもそれを組織間で共有して公開する。そういうことによって、例えば、視聴者の組織が、一体となって、しかも永続的に続く取り組みにつながるんではないかという思いを持ってこういう活動をしておりますけれども、この GSC の取り組みに関しましてですね、お三方の方から、そういったところに対する有効性とかですね、に関するご意見、あるいは期待などについてお聞きできないかと思います。じゃあ、徳永さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。私は市民目線でっていうことになるんですけど、特にCode4の活動をしてると、自治体のオープンデータの担当の方とかからも、利活用のデータ、できるようなデータってないですかみたいなことを聞かれるんですけど、結構先ほど言った講演のデータにしても、課題を持っている当事者だからこそ欲しいって思えるデータがあったりとか、やっぱ主体的に考えるっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうのは感じているので、その自治体さん自ら政策として明文化してっていうところには、そういった主体的に自治体さんの方が動いていくような期待っていうのをすごく市民としては感じています。はい。はい、ありがとうございます。では次に多田さんお願いいたします。はい。自治体側の立場でお話しするとですね、なかなか、自治体単体でやりますと、その中の調整っていうのはすごく難しい。先ほど徳永さんおっしゃられてたような、要望しても自治体が受けてくれないっていうところが、例えばこういった、モデルポリシーという形でですね、出てきますと、これが全国の自治体で共有されていくことで、こういった取り組みをやってるんだということを認知されることはまず必要なのかなと思ってます。そういった意味では、加古川市だけでやってますって言っても、なかなか響かないものが GSCA でやってますっていうと、グローバルに展開してますよっていう話になってくると、やっぱり、ファーストペンギンだけでは何もできなくてですね、次に続くいろんな方々、市民を巻き込んでですね、市民の皆さんを巻き込んでやっていくことが重要なのかなと思ってますし、それを、なんていうんですか、裏打ちしてくださる、こういった取り組みっていうのは必ず必要かなと、評価されていくっていうことも、私がこういった場で立たせていただいているのも一つの評価なんだろうなと思ってますし、それが、広まっていくことで、ただができるんだったら自分もできるやみたいな感じで思ってくだされば、それで、開けていくのかなと思っています。はい。はい、ありがとうございます。では次に川島先生お願いします。はい。今、徳永さん、多田さんのご発言にあるように、それぞれの
お立場で、こういったポリシーの重要性について、もう十分に理解されて、進めをされていると、ただそういった違ったセクターの方々が、やはり連携していく、それをまた後押しするリーダーシップがやはりとても重要だと思いますね。そういった部門を超えて、あるいは組織の内側と外側を超えて、横断的にイノベーションを起こすということの文化を、やはりリーダーが示すということは非常に重要だと思います。そういう意味で、難しいんですけれども、そのリーダーが変わったり、あるいは担当の方が市役所の中ですと変わったりするのですが、その意味でコード4ですとか、徳永さんの活動の市民の活動のレベルと、このポリシーがつながって、そこから持続的に地域のその政治的な勢力、あるいは多くのそのエンジニアリング勢力を巻き込んだ、一つの底堅い持続可能な地域社会を作っていくような動き、その意味ですごい有効性が期待されています。ありがとうございます。まさに最後の川島先生のご発言の中にもあったんですけど、私どもの思いとしても、今日この時点で、とある自治体では、例えば、市長のリーダーシップや、その中で、志を持って、リテラシーも高い職員の方が、どんどん一生懸命ドライブをされていても、やはり市長が変わったり、それから職員の方のポジションが、特に日本の自治体は頻繁に変わりますし、人が変わった時に、それが、一瞬にして消えてしまわない、一つのツールとしてこういうモデルポリシーっていうのは非常にですね、重要ではないかというふうに私ども思ってますし、海外の都市もそういうフィードバックをですね、してくれている都市がいくつもございます。どうもありがとうございます。で、まさに今日のパネリストの構成もそうですし、これまでのお話の中でも、マルチステークホルダーの重要性ってことは指摘されるわけなんですけども、そもそも私ども第4次産業革命センターというのはこのデジタルイノベーションをみんなが安心してうまく社会の中で活かすためには、やはりそのテクノロジーガバナンスをしっかりと根付かせることが大事で、しかもそれはマルチステークホルダーの共同を通じていかなければいけないだろうという、そういう実証ベースのですね、活動に注力しているわけなんですけれども、今日のそのパネル討論の時間に至るまで、これまででもですね、様々なお立場で、皆様それぞれの地域でですね、誰かと協力してきた。例えば誰っていうのは人だけではなくて、組織や、あるいは団体や企業なんかいろいろあろうかと思いますけど、こういうマルチステークホルダーの協力として、何か他の地域などに参考になるようなですね、これまでのその協力がうまく役に立ってきたよみたいな、そういうご経験、どんな協力関係が役に立ってきたみたいなことがですね、オープンデータに絡めて、もしございましたらですね、教えていただけますと大変ありがたいんですけども、じゃあ徳永さんお願いいたします。はい。私、そのコード4の活動をしている中で、やっぱ自治体さんと一緒にすることが結構あって、特に福岡市さんとかは協力的にしていただいているところもあって、福岡県もなんですけど、でその時に私が多分コード4だから市民意見としてしやすいっていうのはだいぶあるなって感じているところはあって、そこが多分企業だったら自治体さんとしてもすぐにはここだけと一緒にっていうわけにはいかないのかなって思ったので、やっぱ市民として関わるっていうのがすごく大事なのかなというのを感じました。はい。ちょっと追加で質問していいですか、徳永さん。コード4っていうのはそのシビックテックの団体なので、周りから見るとその市民の代表みたいに、捉えられること多いかと思うんですけれども、はい、実際にそのコード4の団体の中のお仲間と、それから、徳永さんからご覧になったいわゆる一般市民が本当にオープンデータ、ここの距離感っていうのはどういうふうに見えてますか？実はかなり密着してて、リアルタイムでそれは反映してるわよと思われるか、あるいはもうちょっと何か、工夫が必要なところを感じになっているか、ちょっと教えていただけますか？そういう意味では、コロナの対策サイトが結構顕著だったというか、一般の市民にもつながった瞬間ではあったというところがあって、実は福岡のコロナ対策サイトって東京都が出してるサイトの福岡県版だったりするんですけど、自治体さんとお話ししてオープンデータという形でデータは出してもらって、コード4福岡が運営っていう形でやったんですけど、やっぱコード4福岡の活動してる人たちっていうのはそもそもシステム開発だったりとか、オープンデータとかデータの管理とかに興味がある人がほとんどで、いわゆる一般市民っていうのはあまりいないような、特に結構活動を始めたエリアが IT 企業が集まっているエリアだったこともあり、私もシステムエンジニアだったこともあり、そういった専門職のテック系の人たちが中心だったんですけど、コロナサイトに関しては、福岡でするときにちょっとコード4福岡で思ってたことがあって、その東京都のサイトをまんま作っても、
東京都と福岡ってその状況が一緒ではないので、人数規模だったりとか、感染の具合だったりとか、特にまだ流行がそこまで来てない頃に立ち上げたので、それは本当に欲しい情報は実は違うんじゃないかなっていうのは思っていたところもあって、コードフォー福岡のサイトで意見を取れるフォームをちょっと作ったんですよね、サイトに関して。で、そうすると結構市民がこのデータすごくいいけどっていう話だったりとか、ただ更新がとにかく遅いみたいなのを、多分NHK はもうテレビでは報道されてるのにこっちには出てないっていうオープンデータのよくあるあるなんですけど、リアルタイム性が遅いとかっていう厳しい意見をもらったりとかもして、ただその中で、いや、これオープンデータを利用してで、コード4としてはメディアは早いんだけど、正確な情報っていうのを大事にしたい、自治体の発表を大事にしたいっていうのを結構歌っていて、だんだんと理解が深まっていったかなっていうのは実はあって、いや、ボランティアベースで、正確性を大事にしてやってくれてるんですねっていう理解にどんどん、最初こそ厳しかったんですけど、変わっていったので、コロナは結構オープンデータの気づきというか、知ったきっかけになったのかなっていうのは実は感じています。はい。確かにおっしゃる通りですね。コロナを機会にして様々な在宅ワークとか、こういうデジタルイノベーションの加速が起きたってよく言われますけど、確かにオープンデータって本当に一般市民の人が毎日気にして見るっていう、このオープンデータの業界から見ると、初めてこんなことが起きたっていう感じですね。すいません。じゃあ次、多田さんお願いします。はい。そうですね。過去足においてオープンデータと、言うとデータをオープンにするというか、公開するという意味では、過去足では、全国初の、市民参画型のプラットフォーム、デシデムというものを立ち上げたんですけれども、これをやってますと、結構明らかになってきたのが、実はこのユーザーって考えますと、4割の方が20歳以下の方、高校生ぐらいの方が入っていただいてまして、これなぜ入ったかっていうと、地元の高校の方とですね、先生とたまたま知り合うことができまして、お話ししてますと、これ授業で使ってみたいとおっしゃられて、で、オンラインのツールなのでっていうことをお話したんですけれども、オフラインでも、デシでもやるんですね。で、そのオフラインミーティングを学校でやらせてほしいとお伝えしたところ、先生もすごく乗り気になってですね、オフラインミーティングを、高校でさせていただいた。で、その中でですね、生徒の皆さんも C に対して何を言ったらいいかわからない。ただ自分たちの住んでる街がどうなっていくかっていうのは知りたい。で、行政の情報って当たり前なんですけれども、大体親御さんがですね、情報を掴んで、自分たちの子供さん、お子さんにですね、伝えていくっていう、形になっているんですけれども、それがですね、加古川市がやっている、施策というか、取り組みをですね、知っていただく機会になりました。で、そうすると、こういったデータってあるんですかみたいな話に、やっぱりなっていくんだろうなと。で、今年度、夏ぐらいにですね、そういったオープンデータを使って何ができるか、市の課題を、彼女たちに、与えてみてですね、どういった解決方法があるのかっていうのを一緒にやっていこうっていうような取り組みを、やろうとしています。で、その高校もですね、もともと市のデータを使って、リーサスとか市のデータを使って課題解決という取り組みをやってくださってたので、で、実はその課題を見せていただくと、加古川市はこの事業やってましたっていうような話になってたりとか、情報の非対称性みたいなものが実際に起きてまして、で、子供たちに伝わってないということは、市の PR も不足してるよねと、プロモーション下手だよねっていう話になったりとか、そういったところも新たな行政側の気づきっていうんですか、自分たちはやった気になってると。もう広報もしたし、ホームページも上げたし、ツイッターもフェイスブックも、インスタも上げてるよ。やった気になってる。ただ、それは全然伝わってなくて、こういったデシデムとかの取り組みをやってみると、改めて気づくというか、それは伝わらないですよねって。で、自分たちは実際に行政として何をやるんですかっていうと、市民のために、スマートシティであったりとか、そういった取り組みってやってくるべきなんですけれども、独りよがりになってないですかっていうところがですね、往々にして、現れてきているのが、今、日本で、DX とかいろいろ言ってますけれども、実はテクノロジー入れることが中心になってしまってて、実は、本当にやらないといけない市民の満足度とか幸福度を上げていくっていうことは、やらないといけないところを見失いつつあるので、こういったオープンデータ、先ほどのコロナのね、情報をいかに伝えていくか、データが正確である必要はもちろんあるんでしょうけれども、早く出していけるかとか、そういったところも大事なのかなというのは、本当にこの、時期だけに限らずですね、今後もですね、こういった取り組みというのは持続されていくべきなのかなと思っています。はい、
ちょっと多田さんに2つ追加で質問したいんですけど、今、多田さんがおっしゃっていただいたことのある部分っていうのはですね、実は日本でオープンデータなぜやるのかといったときに、何かが、便利になるからとか、なんか新しいビジネスのチャンスができそうだからっていうことに関しては結構賛同される方多いんですけども、欧米なんかだと、それ以前に、その行政というものは、市民に対して、徹底的にこう透明化をすべきだからと。それによって信頼で、それが便利になるかどうかより以前に来ること多いんですけど、今ちょっと多田さんがおっしゃったことって、日本でもそういうことってのは非常に重要だということとつながると考えてよろしいんでしょうか。はい、加古川市長ですね、岡田市長も、施政方針とかですね、オープンとかチャレンジとかいう言葉をよく使われるんですね。で、透明性っていうことを、行政は透明でなければならないって皆さんこう言われるんですけれども、透明にすると、できてないことが明らかになっていく。で、どうしても行政の職員、僕らからしても、デシムとかやっててもですね、正確な情報を出さないといけないっていうふうに捉えがちでですね、別に間違ってってもいいんですけれども、間違えてると、袋叩きにあるという今、よくわからない状況が起きてしまうので、できるだけ正確に、そうすると遅くなっていく。悪循環が始まっていくので、間違っててもいいからとにかく出そうよっていう機運をどこかでリセットして、もう一度リセットしてですね、出していくっていうことに向けないと進まないのかなっていうふうに思っています。あともう一つですね。ありがとうございます。先ほど徳永さんは一般市民シビックテック自治体という関係性の中での協力の話で言ってられたんですけど、多田さんってもう一つはビジネスですよね。地域のビジネス、あるいは企業、ということで、オープンデータも今、オープンガバメントデータ、行政データだけでなくて、もう少しビジネス系のデータも、だんだん乗り入れが始まりつつあるかも。そういう点での、コラボレーションというのは、加古川では何か事例とかありますか？はい。実はですね、電力データ、これ、すべてのデータではないんですけれども、一部の施設でですね、保育園なんですけれども、保育園の電力データを、企業、電力会社からいただきまして、これをピーク時の電力がいつだったかっていうのを測定したんですね。そうすると、ピーク時の電力で年間の電気料金が定まっていくそうで、これを下げることでですね、年間の、支払いコストが下がるっていうことが分かったりとか、あと、暖房とか冷房とか、保育園になりますとつけていかないと風邪ひいたりとか、体調崩されたりとかありますので、これが本当に有効に使えているのかどうかとか、計測したりとかしました。はい。ありがとうございます。お待たせしました。川島先生、お願いいたします。まず、望月さんおっしゃった、オープンデータというのは基本的に知る権利の問題だと私は思っていて、デジタルになった今の世の中において、いろんなものがウェブにアップする、ホームページにアップするだけで、いつでも誰でもどこでも、ほとんどお金を追加コストかけずに利用可能になっているという、この状態は、オープンバイデフォルトにするのが当たり前の状態なので、まずそれが基本的な権利だというのが大前提です。ですから、その次に経済的などうだとか、利活用どうだってその次の話で、今まで紙の時代であれば紙をコピーするとか、封筒に入れて切手を貼るっていうのはコストがかかりましたから、そのためになぜそれが必要かっていう根拠が必要でしたけれども、そもそも税金で作ってるデータを、その価値を受け取るのは納税者ですから、納税者に対して基本フリーにしてないっていうのは、もう権利の侵害、ちょっとそこまで言うと、皆さん意識してないのであれですけれども、今の状態っていうのは権利が保障されてないっていうので、私は不健全だと思います。まずこの認識を持っていただいて、その後でどう利用するか、当然利用して価値を出すんですけれども、まず基本的な権利を守るというか、市民の側がそのことを具体的にやはり意識しないといけないと。やっぱり国際会議行くとやっぱり知る権利の確保っていうのはまず大前提ですので、それによって格差が生じるっていう前提がいろいろありますので、そこがまず大前提だと思うんですね。それからオープン、フラット、ダイバースっていうのは基本的な価値理念で、僕はその中でも特に最大複数の最大幸福っていうのを考えていて、どうしてもマジョリティに合わせるっていう政策ではなくて、いろんな価値観のいろんな個性ある意見が、やはり全体として満たされることが初めて全体としての持続的なハピネスを最大化させるっていうことになりますので、そういう観点が必要じゃないかなというふうに思っています。それからもう一つは
マルチステークホルダーを言う場合に、多くの場合にその政府、ビジネス、市民社会ということで3セクターを考えるんですけども、その中でもう一つ、やっぱり大学とか研究機関というのは実はちょっと個性的な、プレイヤーとして非常に重要で、私は筑波でいろんな会議、そのオープンデータ系のハッカソンみたいなのやるときに、やっぱり学生が入っているとそこで実際にデータを使って、ちょっとしたプロトタイプを作って、それを市に提案して、市がそれを受けて、じゃあチャットボット作ってみましょうっていうことが起こって、筑波市では実際の窓口相談の担当の、業務を支えるためのチャットボットっていうのが実現したということもありますので、ぜひ、マルチステークホルダーという意味をあまり固定的にですね、3セクター、4セクターではなくても、あらゆる、多国籍な方々も含めて、あるいは子供も含めて、新商社の方も当然ですけど、そういった方々の価値をやはり救い取るということが一番重要だと思って、そのためのオープンデータっていうのは、なんていうか、基本条件であり、そういう問題意識なり地域の実情を理解する上での基本リソースなので、それが満たされてないってやっぱ問題だと思っていて、それもイギリスの国会の審議過程とか、あるいはイギリスのそれぞれの国会の予算の使い方に対する実際の予算の見せ方などを見ると、全然その流度が違うので、流度と鮮度が違うので、それは我々市民、あるいは大学としてももっともっといいデータの使い方、出し方、フラットでオープンな状態っていうのを実現しなきゃいけない。そういう、やっぱり自治体も政府も予算限られてますし、人材がやっぱりそのように雇えないですから、いろいろデジタル化っていう動きもありますけれども、基本的にはもう市民なり研究者なり、エンジニアなりが自ら作っていくんだと思います。そう変えて、主体を変えないといけないと思いますね。ありがとうございます。もうちょっとですね、追加で川島先生に質問したくなったんですけども、確かに、ご指摘いただいて、と思ったのはですね、アカデミアっていう時に、ついつい私なんか川島先生みたいなプロフェッサーを思い浮かべちゃうんですけども、今のお話の中では、アカデミアって別に教える側の先生だけじゃなくて、大学生、あるいは大学院生の方々がものすごいボリュームでいらっしゃって、で、そういう方々がいわゆるデジタル教育で講義を学内で受けるだけじゃなくて、こういった活動に実際課題解決にデータを使うっていうところに、大勢入ってこられると、ものすごく今の市民、企業、自治体っていうこの三角形の鎖をもうちょっと外から破っていくエネルギーが出そうな気がしたんです。そういう観点でおっしゃいますと、学内の、あるいは他大学の学生さんや大学院生の方々をこういうところにどんどん入ってもらう、なんか仕掛けや取り組みみたいなのってなんか、ヒントや、活動のご経験とかございますでしょうか？もう私自身はもう大学院の科目として、授業として立てて単位が取れるようにしていますので、もう学生はそれを取って、もう単位を取って卒業する要件になってますから、もう必死でっていうかもう、ガチでやってきてくれます。で、ただ、その単位が取れるか取れないかよりもですね、やっぱり現実の学ぶことのモチベーションの源泉がそこにあるんですよ。具体的にデータをどう加工して何を見せてどういうロジックで相手を説得できるかということについて教科書とは全く違う次元の相手を納得させるということの難しさっていうものにやっぱり感じてもらわないと、テキストで回帰分析やってこれで予測できますけどこれでいいですかって相手納得しないですから、実際にそれがどれぐらいの価値を生んで、実際のその相手の行動に対して、そのエビデンスというかその行動を作用する材料としての、その的確なアドバイスに活かせる分析まで持っていくっていうことの喜び、それを感じてもらうってことが一番大切だと思うんですね。ありがとうございます。そうすると、地域の役に立つだけじゃなくて、学生さんたちにとってもものすごく大きな、経験になるということですね。役に立ちます。役に立ちます。卒業した後に帰ってきた学生が、いや先生あの時に一緒に市役所の人と話したのがものすごく今役に立ってますとか、あの時市民の方々の目線が分かって今営業で役に立ってます。もうそれがリアルな実社会の中で生きてきますので、やはりこれからの学びっていうのもそのアクティブラーニングであり、プロブレムベースラーニングでどんどん向かってますので、その方向にあると思うので、結構バランス難しいんですけども、やっぱり原理原則みたいな今までのその知的成果を伝承するということと、それが実際に世の中でどう応用されて加工されてフィットするかというそのつなぎの部分をやはりこれからの大学院生はしっかりと社会に提案できる。その観察してテキスト的な回答は誰でもできるんですけど、そうじゃなくてその相手困ってる人を動かせる回答、そのためのデータのクオリティを追求できるかですね。往々にしてデータないですから、それを掘って作るっていうことも含めてやれる人材を育成したいと思っています。
ありがとうございます。さて、今日のイベントはですね、GSCA の、SC はスマートシティなんですけども、昨今、世界中でそうですけど、日本でも、各地でそのスマートシティの実証活動、あるいは、それに向けての協力体制づくり、これが非常に盛んになってきていますけれども、これはその従来からあるオープンデータにとってみますとですね、どのような、追い風、加速要因に、なると見てらっしゃいますでしょうかと。で、逆にその、スマートシティ、今盛り上がっているスマートシティがうまくいくためには、オープンデータのどんな点をもっともっと強化していくべきだというふうにお考えでしょうか。こういったご意見をですね、ちょっと、お三方に伺いたいと思います。それでは、まず、徳永さんお願いいたします。はい。スマートシティのところが、私実はそこまで詳しくはないんですけど、ただなんか実際そのスマートシティの実証実験とかを見てたら、やっぱりその企業一社だけでやるとかではなくて、いろんな連携がすごく行われていて、で、データってやっぱその共有しないと全然価値がなくて、その従来だったら企業は絶対出さないみたいな、データに価値があるんだ、お金取るんだみたいなのが多かったところが少しずつ緩和されていってるのかなっていうのはちょっと見てて感じていて、そういう意味ではそのオープンデータっていうのが自治体ばっかりの話にもなってるんですけど、結局自治体さんの持っているデータは出すにしても、前提で出して、それプラス他のデータもその町に関わってる企業だったりとか、いろんなところのデータが出ないと、それを活かすこともできないよとか、そのみんなで共有することによって価値が出るんだよっていうところがもうちょっと進むといいのかなと思っています。はい。ありがとうございます。徳永さん、もう少し、はい、今のところ掘りたいんですけども、じゃあ、はい、地域のビジネスをしている人たちにもっともっとデータを、こんなデータをこんな形で出してくださいと、はい、例えばシビックテックの方が思ったときに、直接行って交渉されるのがもう少しなんか違った絡めてから、そういうところの働きかけみたいなのは、どんな風にやっていくと良さそうに思われますでしょうか。そうですね。その自治体さんであれば市民目線がすごく有効に、市民の意見だということで高評価いただけるんですけど、企業さんで言うとお金になるのっていうところになっちゃうので、だからあまりシビックテックでやっていくのは結構厳しいなと思っていて、そういうことよりかは町全体のアップデートをうまく説明できるのはやっぱ自治体さんであり、基盤系の人たちなのかなというのは思っています。なるほど。そうすると、直接はなかなか言いにくいので、自治体の方の力添えで、はい、地域の企業にもどんどん、出せるデータを出してもらいたいというご意見と理解します。じゃあ、はい、これを受けて、多田さん、力強いよ。それだけでなくて、スマートシティとオープンデータという関係でちょっとお考えいただけます。そうですね。僕もあんまりスマートシティ詳しくないんですけどね。かぐわ氏がですね、スマートシティやろうと思ってスマートシティやってきたわけじゃないっていうのは、折に触れて言うようにしてるんですね。で、なんていうんですかね、かぐわ氏の取り組みとして、割と世間的に知られているのは見守りカメラの事業です。で、1475機のカメラを設置してきました。で、その設置した効果ってどうなんですかとか、そのマネタイズはどうされてるんですかとよく聞かれるんですね。で、そうやって見たときにですね、県警が出しているようなオープンデータ、犯罪の発生率ですね、刑法犯罪の発生件数とかを見てみますと、3年連続で落ちてきてるんですよね、犯罪が。県下より落ちてきてるっていうのが、やっぱりデータを見て、そうやってエビデンスを整えていって、市民の皆さんに見せていくっていうことで、これって効果あるんだよね、と、いうことが、立証されてきているっていうのは、やはりデータがあるからできてるのかなと。身近に、犯罪が減ったかどうかってなかなか気づきにくくてですね、犯罪を受けた側にすると、自分の周りはずっと犯罪ばかりだっていうふうに思われることになってしまう。ただ、全体を俯瞰してみたときのデータっていうものを見たときに、実際に減ってるっていう事実が出てきますと、やはり、カメラを置くっていうことの、施策の是非っていうのは、はっきり見えてくると。で、これを持続していくかどうかっていうところに関しても、次カメラをやり替えるにあたって、市民の皆さんにどうやって説明していくかっていうところは、実績がこうやって下がってきてますよね、ということであれば、市の税金を使ってカメラをリプレイスするっていうことの、エビデンスにはなり得ますし、さらにもっと効果的にカメラを使っていくためには、こういったことができますよということが、新たな提案も、できていくのかなと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ、川島先生いかがでしょうか。はい。今、多田さんおっしゃったことがやはりリアルな実態だと思うんですね。カメラを置いて、それでデータがどうであろうとですよ。別にカメラのデータそのままシェアしないですから、そのオープンデータというよりも、オープンデータの取り組みのためにいろんなデータを集めるということ自体が、
市民に対するある種のメッセージであり、行動変容を起こしているっていうことだと思いますね。それが結果としてスマートシティに、全体の効率性、合理的な判断とかにつながっていくっていうことで、やはり市民にとっての役に立つデータ共有っていうのが僕は一番大切だと思ってて、それは別にメッセージの意味でもデータ共有という意味が非常に大切で、それがあまりオープンだということに、あまり完全オープンにこだわる必要はなくて、実際に個人情報を完全にオープンするっていうことはそんなにすぐにできるわけもなく、犯罪情報だって個人情報で顔情報ですから、やはりどこにどれだけの人がいるかでいいわけですよね。あるいはそこに大体男性なのか女性なのか年齢階層がどれくらいかっていうことを判別できればそれで価値が出てくるということがあるので、実は私自身はそのオープンだけにとらわれていなくて、ある程度加工した限定的な情報をある特定の人に渡してそれで価値を生むっていうことは全く使わないよりもずっと価値があるので、オープンかクローズかっていう議論をしているときにクローズあるいはグレーだから分かんないって言ってずっとホワイトの部分のオープンのところしか使わないと全く僕は意味がないと思って、グレーの部分をいかにグレーから少し、ピュアなホワイト、あるいはオープンになって、それを扱える人に渡して、そこから価値を生み出して、それによってその価値が分かって、その機微性についての理解が深まれば、遠くでオープンに移っていくという過程が滑らかに流れる社会になってくれるというのが一番理想で、その意味で、あんまりオープンとクローズの間を、僕はずっと連続的に考えて、データスペクトラムって言うんですけど、この連続性をいかに流すかっていうことについては、それぞれのドメインデータごとにやっぱ違うので、もう医療であり、教育であり、福祉であり、その方々のプロの方々の、やはり信頼性の判断、誰と共有して、どの情報を、どのクオリティで、どのタイミングで、どの条件で共有すべきかということを、地域でどんどん作っていくべきだというふうに思ってますし、医療はもうどんどんやってますから、医療も進んでいると思います。そういったことが各分野で、あるいは場合によっては各地区でどんどん進んでいってほしいなと思います。ありがとうございます。実はオープンデータのモデルポリシーの中でも、どういうデータに対してニーズがあるか、それからそれに対して提供するのはどういうデータの品質を担保すべきか非常に重要だみたいなことが書いてあるんですけども、特にその多田さんと今の川島先生にお聞きしたい。じゃあ、自治体のお立場でですね、いろんな部局がある中で、今みたいなどういうデータから優先的に出していくのが良さそうだとかっていうことってですね、しようとしたときに、実際それをやろうとしたときどれぐらいの難しさがあるんでしょうということと、川島先生みたいに非常にご経験がある、そういうことを、実際やってもらうためにはこうやって考えればできるんだよみたいなところっていうのの接点がどのぐらい近いか、あるいは近くないかをちょっと多田さんと川島先生に伺いたいんですけど。はい。そうですね。担当課に関してはデータがどうであれっていうのはあまり気にしてないっていうか、気にしないといけないんですよ。気にしないといけないんですが、そこまで気にできてない。それは人材不足だとかそういった話に行き着いてしまうと元も子もないんですけれども、ただ、解決しないといけない課題さえ見つかれば早いんですね。例えば防災の情報とか、水位センサーとかそういったデータっていうのを公開することでっていうところで、リアルに、その市民の皆さんに公開してしまうと、逃げる判断がおかしくなってしまう可能性があるんであれば、関係する人たち、例えば町内会長であったりとか、消防団の方とか、そういった方に提供することについては OK ですよね。とかいうところですね。で、逆に、今、自助とか公助とかそういった話をしたときに、自助をやってもらわないといけないんですっていう話は、割と、行政の職員も少なくなってきてますので、自助をしてもらわないといけない。ただ、自助をしてもらうために、何も、武器という言い方いいのかわからないですね。材料も何も渡してないのに、勝手にやってくださいってないんですよね。やっぱりデータってオープンに、オープン、クローズの話になってくるのかもしれないですけれども、ある程度情報提供してあげないと、どこに逃げないといけないのかっていう情報がないのに逃げてくださいってないわけですよね。ですんで、そういった情報を市民の方に正しく判断してもらうための材料を担当課に伝えれば、担当課もやっぱり持ってますんでデータは、じゃあ出しましょうという、どういったナラティブで、担当課に話を持っていくか、ただただ出してくださいは、わからないんですよね。行政の職員。こういう課題があって、こういうことをするためには、こういうデータが必要なんですよね。持ってますよね。そんな手間かからないですよね。じゃあ出しましょうかっていう、何段階か説得というか、分かってもらうだけで割と出てくるケースが多いですね。はい。川島先生いかがですか？いろんな地域回られてこういう啓蒙活動されてると思うんですけど、そこら辺って実行していこうとされる方々に対してどういうようなアドバイスされてますか？二つですね。それぞれの分野の方々がやはりデータを出してほしい人と出さなきゃいけない実際のデータのオーナーがいて、どっちかというとデータのオーナーはその出すことの価値についての直接の利益者じゃないので、どうしてもその利益のバランスが狂っていて、負担ばっかりどっかに
かかっちゃうっていうのはそのオープンデータでよく言われることなので、一つはその部門をまたがったビジョンをしっかりとその上位のものっていうかリーダーが示すっていうことですね。あのデータをシェアすれば人が助かる。あなたの仕事はそのデータを作ることだけれども、こっちの人は助ける人で、助ける人につながれば助けられる。で、このことをロジカルにしっかりと説明して、そのことをちょっとした手間だけどやってくださいっていうことをリーダーとしてビジョンとして説得しきるかっていうのが一つですね。もう一つは、かといって忙しいんですよ、現場は。そんなこと言ったって日々の業務は多々あるし、電話どんどん関わってくるし、処理しなきゃいけないわけで。私は、もうそこは、デジタル化とか DX とか言いますけども、移行コストは現場に持たせないっていうこと。僕はそうします。最後の最後は。その、リーダーシップのある人間が移行コストを引き取って、もうすべて用意して、もうスウェーデン橋を持てば食べられる状態に持っていく。そこまでやらないでですね、現場の抵抗ですとか、原価の抵抗ですって、それはやっぱりリーダーとして一人一人の努力に期待しすぎですよ。現実は忙しくて、現実はみんな頑張ってやってるわけですから、そこに付加的コストと付加的負担をかけるのではなくて、その資源は導入するという責任は、私はリーダーにあると思います。ありがとうございます。大変下に飛んだ、コメントだと思います。では、次のちょっと質問に移りたいんですけど、もうすでにですね、いくつか接点があるんですけど、やはりオープンデータの活動というものをもっともっと本当に一般市民の方に広げていく。そういう観点で先ほど徳永さん、コロナっていうのは一つの契機になっているしと、それから多田さんからはデシリウムみたいないわゆる行政側からのアクティブな働き方をされてるんですけど、こういったものをですね、一般市民に広げていきたいというのは日本もそうだと思うんですけども、なかなかそのデジタル変革というかデジタルイノベーションを日本に根付かせる難しさも一方であろうかと思いまして、この GSC というのは実はグローバルなネットワークなんですけれども、せっかく今日は日本のそれぞれの業界からお三方に来ていただきます。なんか日本だったらこういうやり方がいいんじゃないか。もしかするとそれは他の国にも使えるかもね、みたいなものが、もしあったらですね、ちょっとそれぞれの立場でコメントいただきたいんですけど。徳永さんね。すいません。私のその市民的立場で言うと、なんか私が思ったきっかけは、それこそその子供を公園で遊ばせててデータ持っているはずじゃないかって思ったんですよね。それは仕事柄でもあったんですけど、なんかそういう発想を市民がしたらいいんじゃないかなと思っていて、その自治体になんか、ある意味多分そのヨーロッパであれば信用度を見るためにオープンデータっていう話もありましたけど、その日本はある意味もう信用しちゃってるところがあるんですけど、それだけじゃなくてそのデータをもう出してもらって自分たちのものなんだから税金払ってるんだから出してもらって使いたいみたいな気持ちになれたらいいなと思っているので、なんかもっと自分たちのデータなんだっていう意識を市民が持ったらいいかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。じゃあ多田さんお願いします。はい。そうですね。取り組み事例を紹介していったときに、なんかすごく難しく見えてしまうのが、行政の方から見ると、なんかすごく仕事を増やされるというふうに思ってるみたいで、ただやってみるとそうでもなかったりっていうところの、なんていうんですかね、ハードルを下げてあげないと、なかなか担当課に依頼するにしても、って言わないんですよね。なんか自分たちの仕事がある。ただ、普通に自然に出てくる、副産物的に出てくるデータたくさんあって、それを普通に出せばいいんですよっていうところまで下げていくことは結構できてたりはします。例えば、ホームページなんか全国の自治体作っておられますんで、それでイベント情報ぐらいだったらすぐ出せるんですよね。とか、避難所の情報なんかもおそらくもう全自治体あるはずなんですね。ただデータが揃ってなかったりとかそういったところがあったりはするのかもしれませんけど、物は揃ってるはずなんですよね。で、あと少しずつ出していくところのハードルと、あと、GSCA に期待するっていう言い方がいいのかわからないんですけれども、日本の自治体って真似事好きなので、真似事にこんなこと言うと怒られるのかな。誰かがやってることを、先例ができてくるとみんな真似するんですね。ベストプラクティスみたいなのが見つかってくると、皆さん真似したがるので、そういったものをもっとフォーカスしてあげていただけたらなというのは、本当に期待するところです。はい。先生、川島先生お願いします。はい、私も今の多田さんのご指摘に同感で、日本ならではの文化的な特徴に根ざしたアプローチってやっぱり重要だと思っていて、日本のその多くの人の協調的な行動、要するに他の人の感覚
なんていうか、感じ方に対して、それを思いやった上で自分がどう見られるかというスタンスで物事を考える性質がありますので、それをうまく使うって言うと失礼ですけれども、そういった特性に根付いたアプローチっていうのが重要だと思いますね。ですから、そのデータをシェアすることによって、いかにあなたは人に貢献できて、それが翻って自分にも返ってくるのかということをうまく伝える。日本の場合、例えば、災害の時の災害用自動販売機ってあって、誰でも取れるんですけど、あれ、多くの場合一つか二つしか取らないんですね。他の人がどうせ困っちゃうこと。そういうのを見ると、やっぱ外国の方ですごいびっくりする人もいるわけですよね。そういったその特性に馴染んだオープンデータの出し方、使い方の宣伝の仕方っていうのが重要じゃないかなと思いますね。どうもありがとうございます。そろそろですね、時間が、してまいりましてですね、以上でですね、パネル討論を終了したいんですが、最後にちょっと付け加えさせていただきますと、今日は日本で頑張るという話でですね、皆様、どのような苦労を乗り越えながら、広げていくかとお話をしていただきましたけど、この、GSCA のポリシーロードマップは実はグローバルの、もう本当に全世界を覆う様々な特性を持った都市が入ってきていて、で、なかなか先進的な海外の事例に習うというところも日本の場合多いんですけど、今最後の質問でいろいろお聞きしたことをですね、活かしていくと、実はアンケートをいろいろ都市にしておりますけれども、日本のそのプラクティスというものに期待して、そういうものを、どんどん勉強したいんだっていう期待もグローバルにはございます。ということで、今日は福岡、加古川、それから筑波という地域からですね、お三方に来ていただきましたけど、来年か再来年には日本のこういうところを見習ってくれということをですね、オープンデータのこのコラボレーションネットワークでですね、高らかに発信していけるといいなと思います。今日はどうもありがとうございました。